1年目ですね。いやもうそらニューヨークはやっぱり最高ですけどね。ただ去年はちょっとね本当に辛かったですね。えらいことです。まあ僕だけじゃなくてもう世界中が大変なことになっちゃったから、もうしょうがないですけど、まあ去年は去年としてまあね、やっぱりニューヨークはその芸術の街というかね、特にまあもう音楽、あらゆる音楽がニューヨークにいれば全部聴ける、勉強できるという感じでね、素晴らしいですよね。はい。だからニューヨークは大好きです。ドラムを始めたきっかけっていうのはこれはもうね、まだ日本に僕がいる頃でね、もう幼い頃、小学校だったかな、あれは小学校の6年生ぐらいかな、もうね6年生だったと思うんですけど、僕はあることで腸炎をねちょっと患いましたよ、夏ね。もうよく覚えてますね。好きなスイカがね食べられなくてね、でスイカの実は食べられないからガブッと食べるんですけど、グイグイグイとやってこう汁だけ飲む、まあそんな時代があって、それで1ヶ月ぐらいねお家でね療養したんですね。その時に僕の兄貴が、あれはね長男だったと思うんですよね、一番上の兄貴がね、まあこれでも暇つぶしに聞いとけばっつって、それがなんとベンチャーズのねイン東京っていうライブの、その時のメル・テイラーのドラム、スネアドラムのカタ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 、音にもしびれちゃいましてですね。はい。まあそれをずっととにかく1ヶ月間聴きましたね。もう自分でねこうレコードこうやってねやってね、ターンテーブルだったんで寝てたんですけど、その音楽聴きたいからわざと起きてターンテーブルをこうやってやってね、でそのうち曲を覚えちゃいましてね、で机を手で叩いたりとかなんとかやってたら親父が「うるさいな、何やってんだ」って行儀が悪いってね、まあそれが初めてこうやりだしたんですがね、ドラムにちょっと興味を持ったっていう感じですよね。まあそれはもう中学の時にその例のそのベンチャーズとかやってましたからね、アマチュアでね。で高校入って、高校でも社会人と一緒にバンド組んでいろいろやってたんですけど、ひょんなことからなんかスイングジャーナルという雑誌がありました。で僕も田舎でしたので、僕のその野田川っていう駅にある本屋さんには来ないんですね、スイングジャーナル手に入らない。で高校のその彦根城があるね、その彦根のその、本屋さんにはそのスイングジャーナルが入って、だから友達にいつも買ってきてもらいました。でそのスイングジャーナルを読むようになって、ジャズは何なのかな、どんなものかな。そうしたらある日にやっぱり今度は2番目の兄貴かな、なんかレコードを買ってきてくれて、これなんか黒人のあれやで、ちょっとこうできないけどどうやちょっと聞いてみるかって聞いたら、もうさっぱりわけわからなくて、チンチンケチンチンケチン何かなこれは、なんかもう独特のサウンドするし、ドラムがもう心臓の鼓動のようになんか聞こえたりとか、アクスローチの限りなきドラムっていうのがねありました。もうそれでもううわーっと思いました。でその後はもうやっぱりホワイトモアとかね、マイルス・デイビス、そんなに聞く、とにかくロックやってたんですけど、全く別物のリズムですから、なんかすごく興味持ったんですよね。それでもう中学卒業するときに、高校も行かないでジミー竹内さんにも習いたいと思ってね、兄貴と一緒に、ジミーさんのね、ジミーさんを訪ねて行ったんですけど、
まあ、だけど今時ね、高校は出とかないとダメだって言われまして、まあ断念して、僕はまあ行かないとダメかなと思って、まあ田舎帰ったんですけど、まあいわゆる要するにまあロックやっててもなんかこうそのジャズのレコード聴いた時にこれはないかなと思ったのがもうきっかけで、それからジャズにまっしぐらですね。はい。まあ僕はね、皆さんご存知かどうかわかんないですけど、実は高校卒業してすぐ東京出たくて東京行って、ヤマハのドラム教室のねエブリマンデーやってて、で休みも月曜日もらってね、でまあ呉服屋に勤めたわけですね。寮に入ってデッチ奉公したりました。それでまあ理解ある社長で、まあ寮に住まさせてもらってね、でまあそこを、まあ、月曜日こう行き出して、でまあそのうちね、まあ働きながらもちろんこうエブリマンで行くんですけど、先生が、まあ、2年ぐらい経ったらですね、先生がまあその頃まだキャバレーね、バーキャレー、ナイトクラブ、いろんなとこでね箱の仕事がたくさんあったんですね。もう1ヶ月ほとんど毎日ドラムが叩けてね、週にまあ大体月に2回3回4回ぐらい休みですかね。あとはもうずっとドラム叩いて、そんな時代が、昔はね大きなキャバレーって言ったら必ずバンドが入ってたんですね。そのくらいまあ裕福だったっていうか、でこうちゃんと踊るようなねホールがちゃんとあって、でまあその頃ホステスなんて社交さんっていうんですけどね、そのホステスさんで踊ったりとかね、そのお客さんがまあねエンジョイされるわけなんですね。でそういうところのバンドで時々先生の代わりに「おい大変ちょっと俺今日行けないんだけど行ってくれるか」っていう「そんな譜面とかまあ適当に読んどきゃいいから」って「めちゃ適当に」なんて言われて、まあそうやって言ったらね譜面があって、まあ、恥かくこともいっぱいありましたけど、まあそうやってだんだんねこう音楽の仕事が入ってちょっと手応えがあるなっていうので、まあ、3年ぐらいして会社を辞めまして、それで一応まあプロになるわけですね。最初のプロはもう本当にキャバレーの箱の仕事だったんですよ。で時々ピットインとか太郎のね朝の部とか昼間の部に出たり、20歳で僕は、プロになりましたね。でまあ前の奥さん、最初の奥さんですけど、まあ、横山静子さんに出会って、まあ、彼女もその時でも素晴らしいピアノの人だったんでね、まあ、その人の周りの人とかね、その人の関係者に随分、まあ、もちろんその人からも習いましたけど、いろんな勉強させてもらいました。彼女はもうそれこそ太郎の夜の部とかで、いいバンドに入っておられたんですね。昔のシング・ジャーダーの見るとね、人気投票でね7位とか8位になってますよ。僕がある時にその遊びに行ったキャバレーで彼女はピアノ弾いてた、まあ、そのバンドがすんごいいいジャズのバンドで、今でも覚えてますけどね、吉井さんってアルトがいてね、で、佐々木エーラっていうベースがいて、でバンドリーダーが松林さんですけど、もうロイ・ヘインズ直系の素晴らしいドラマー、まあでクワルテットだったんですね。それがまあキャバレーのそのバンドで、もう一個10ピースのバンドが入ってて、バンドが2つ入ってたんですから、まあコマーシャルの音楽はその12編成のバンドがやって、そのコンボ小さなバンドは結構ジャズだけで、でまあいろんなとこでまあやるようになって、まあストリップのねバックやったりとかね、まあ面白い話たくさん、これはちょっとこのここでは言えませんけどちょっとまた次回ゆっくりと面白い話がたくさんありましたね。特にバブルがもうねバブルの頃だから、なんかキャバレーとかクラブはものすごく流行ってました。流行ってた。もう大きなキャバレーがたくさんありました。よくねこう面白い言い方なんですけど、おいジャズかけろってね、かけろって言われるんですよね。もう生演奏になり、おいあれかけろ、ジャズかけろとかね、はぁってなって分かりましたっつって、でまあサテンドールとかね、エリントンの A 列車で行こうとか、おーデューク・エリントンだなんていうお客さんもいらっしゃいましたよ。ただまあ残念なことにまだその頃は
手拍子が13だったかなノリがねノリがちょっとね13のノリだったかなっていう感じもしないでもないですけどね。箱ではすごい勉強になりましたよ。箱の仕事でマンボウね、コマーシャルを叩き方とかね、やっぱ音が汚いとダメだしね、やっぱり音の研究は随分自分なりにしましたね。昔はやっぱり厳しかったから、あとまあその僕は譜面は今読めませんけど、その当時はやっぱ読まなくちゃしょうがないから時々章が入ってる。そのね、メンバーに教えてもらったりとかね、バンマスに教えてもらったりとかして、その当時は一応譜面読んでましたけどね。そのドラムだけカーンとパッと止まってドーンっていうところでそのドラムがねずっこけたらもう本当にみっともないんですからもう間違ったことなんかしょっちゅうあったけど、まあそんな感じですね。はいはい。